レコルト大会本店最終日、スタッフみんなの朝ごはんを作ります。お願いします。
サイドパン温まってる？はーい。はい。できました。できました。これで、お店に並べるんですけども、今日はもう全部予約になっちゃってたくさんしたいんですけどもキラ違いの有精卵という、貴重な卵を使っているので今あるだけお作りするんですけどももう予約が全部入っちゃったので今日は店頭には並ばずちょっと予約のラックに入れる形になります。おはようございます。最後どんなんかなありがとうございます。おはようございます。おはようございます。せいちゃん、プレミアもらっていい？いいよ。じゃあこれでお願いします。おはようございます。おはようございます。お願いします。
すいません、お待たせして。ごめんね、ちょっと待ってもらって。ごめんね、頑張ってね。すいません。全然、トレーとか、あれやったら、お預かりとかするんで、声かけてください。今日の朝がこれなんですよ。何で作ったやつですか？これハンバーガーのイベントがあって前すごい特大のハンバーガーを作りたいってイベントでパンを出してほしいっていう依頼があった時の最初の試作の第1号なんですよ。試作の第1号じゃあ本番もこれに使えばいいんですか？これよりもうちょっとね大きい、これまだちっちゃいって言われたんでもっと大きいのを最初に作ったんですよ。これをじゃあカットして挟むってことですか？そう、これをバーガーにしたんです。めっちゃ一口で感じみたいですね。重いんですか？めっちゃ重い。シュープリーズより。あ、全プリンスより然。まだ大きいと思いますよ。おお。かじりたい。これに肉が。そう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 。これを。そうなんですよ。ちょっと今日はずっとこれ残ってたんで冷凍でね、いつ使うかいつ使うかと。かじりたいですね。この M マークの肉入れてくださいよ。ね。それはお客さん用です。どう使おうかな。全部もこんなパコのパ。
願いします。迷うとこですね。頑張れば。どうも失礼します。はい、でも焼けるこれ。一番上やったらいけます。何分ぐらいですかね。チーズが溶けて焼けるぐらいから。5分ぐらい。5分ぐらいでダメ出してほしい。5分ぐらい入れてほしい。5分ぐらい入れてほしい。はい。圧力かけられた。早く、次の役やったら。この山が入るんですよ。早めに出してください。はい。じゃあいいところで出していただいたら。はい。
タイで焼けたまだ了解。なんでちょっと美味しく焼いてよ。優先順位な、優先順位な。しゃあないしゃあない。さてごめん、あのさ、これが1個足んなくて1回になるか見てくれる？最長さんは後半で使うんですか？
これか。では、これます。ありがとうございます。置きます。ありがとうございます。見て、見て。なんかの動物って言われて。動物です。動物園。タイト、ここ置いてく。ありがとうございます。ありがとうございます。もうここに手を処理置いとく。手を処理しながら。鳥のってことですか？何が何が。これですか。まあ低温調理をまた火入れの具合やと思いますよね。あとはもうちょっとどのぐらいで柔らかくするかとかギリギリを攻めればもっと柔らかくなるし、結構安全に焼いてると。味付けしてないですか？味付け何もしないですよ。何の塩も何もしないです。カリコ茶色。パン焼けた？焼きました。はーい。いらっしゃいませ。こんにちは。忙しいとこすいません。スープでございます。朝ごはんです。お願いします。みんなで分け分けしてください。で。パン焼けてます。いや、はい。もうあそこ呼んでないから。
わさわさ持ってくるんですね。やってみたいなと思いました。大阪市の28歳です。平木桃奈さん、おはよう。6月は仕事が忙しく、休日は寝込みする日々でしたが、今週は仕事なるほど。あれでは使ってないから私はめっちゃ喋るつもり窓のないガラスのがあって、まだ過ぎない気温がしてるため、昨日はスパンに座ってダラダラしながら聞いています。もうしばらくダラダラ堪能したら洗濯に取り掛かりたいです。そうね、今日は洗濯日和なので、ちょっと厚手の服もざっと洗っちゃっていいんじゃないかなと思いますし、まあできるだけダラダラしていいんじゃないですか。私も本当にダラダラするときは、サンドイッチとかおにぎりとか片手で持てるとかをしてます。これがダラダラ時間で大事だなって私も思うので、左の本がさん、見張っていましたね。さて、私はこの後スタジオの方に行きますが、明日も大阪城音楽堂で青の看板があります。番組にもつけてみました。ライブに何でしょうか。行かれる方は楽しみにしてください。青の新曲です。あなたのかかる月のような。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おお。すごい。鶏胸ね。鶏胸ね。頑張ってるの知ってる。すごい。お任せ1です。うわー、美味しそう。ありがとうトございまマトのリコピンね。リコピンと鶏胸肉は。鶏胸に入ってる大事な成分は。す。なんとかペプチド。それ。イミダゾールジペプチド。オッケー。イミダゾールジペプチドです。ジペプチド。トマトはリコピン。トマトはリコピン。それは分かる。はい、こうはい。
ありがとうございます。何個ですか？すぐできますよ。聞いてきます。よいしょ。はい、朝食終わりです。できました。はい。今回作ったパンはちょうどとあるイベントでハンバーガーを作るイベントがあったのでとにかくでっかいハンバーガーバンズを作ってほしいという依頼があったので、まあ、その試作に作ったパンがあったんですよ。それを、冷凍に置いていたのでそれを今回使ったんですけども、何かその、残ってるパンを使うのがまず一つのテーマで、そのパンにまあ、基本的にスープの中にはスープはもう前日からずっともうグツグツ煮てしっかり栄養が溶け込んだスープなんですけども、野菜とかきのことかとにかく今回はじゃがいも、キャベツ、玉ねぎ、あとはいろんなその時の季節の野菜、ブロッコリーだったりとかそういうのをたくさん入れてグツグツ煮込んだスープです。これに溶け込んだスープの中にまあ、ビタミンとかミネラルがたくさん染み込んでるんですけども、最後にカスタードクリームを炊いた時に残った卵白を入れることによってまろやかにも仕上がるし、タンパク質も取れるということで、そういうスープを作ってます。でこのスーププラス、まあ、何かやっぱりエネルギーになるための糖質も欲しいので、まあ、パンを入れるんですけれども、せっかくだったらそこに今日は、これからね新しいお店でもずっと作っていきたい鶏胸肉の、まあ、低温調理なんかそういうのを入れたりとかしながら、まあ、何か、プラスできればタンパク質を入れたものをちょっとパンと一緒に提供できたらいいなっていつも思ってます。もうその時に考えます。さあ作ろう、何残ってるのって考えて作るので、なかなかその時あるもので作ることの方が圧倒的に多いので、スタッフが充実している日とかは時間があるのでしっかり作るんですけども、本当に僕も全部のパンを作る製造の一人になるときはなかなか時間がないので、今とっさに2階に上がってきて目に見えるものでパッと作るみたいなことが多いです。もうなんか味見もなしに出すという無責任に出してるんで、みんながどう思ってるか知りません。そうですね、まず朝食で取ることも大事だし、もう小腹が空いたら勝手にスープ飲むように置いてるんですよ。とにかくちょっと小腹空いたなと思ったらスープ飲んどいてって、それでちゃんとビタミンミネラル取れるしタンパク質も取れるので、いい補食として捉えられるので、僕たちずっと体を動かしているので、やっぱりエネルギーが枯渇してくるとどうしても筋肉を切り崩したりとかすることで、またメンタルとかね体の調子が悪くなるので、まずは常に栄養補給するけど糖質ばっか取っちゃう、やっぱパン屋さんなのでパンを食べちゃうだけだと糖質だけ取っちゃうので、そうじゃなくてちゃんとスープとかビタミンミネラルをちゃんと取るように意識させてます。いやもちろん作るつもりですよ。僕も食べたいし、なのでこれだけは自分の中で忙しくなればなるほど作る時間がないって思うんですけど、でも、やっぱりこれをやめちゃうと多分今のみんなのポテンシャルが維持できないんだろうなっていうのは痛感しているので、みんなが今笑顔で元気に走り回っているのは多分ここが下支えにあると僕は信じているので、はい、これはちょっと続けなきゃいけないと思ってます。いつも野菜などなどたっぷりの味噌汁に食パンとチーズとサンドしたパンとかもバリエーション豊かで、オーナーのアイディアがいつもオーナーのオリジナルです。いやーもう朝早いからもうほぼ寝て起きて仕事してって感じなんで、食べずに来ることが多かったです。あります。あった時と朝食があった時とない時では全然パワーの感じが違いますね。やっぱ朝食って大事やなって改めて思いました。スーパーとか売ってる商品の裏見たりとか、オーナー言ってこの添加物入ってるなみたいなのをいつも確認しながら買ってます。そういう風なそうね、意識を持ちました。ちょっとここでね働くのが最後っていうのは寂しいのは寂しいんですけど、とりあえず今日一日頑張って
新店舗に向けて頑張れたらなって思います。これ本当に美味しいです。これがないと多分自分倒れてるなっていうレベルでむちゃくちゃ栄養豊富なんで、そうですね、それまでは全然朝ごはん食べなかったんですけど、この味噌汁がなかったら自分も多分 3,4 回は倒れとんじゃないかなっていうレベルで、食パン出す時とか食パン生地を持つ時とか結構重いものを持つんですよ。そういうところがやっぱり体力仕事とかになるので、その部分とかはやっぱり栄養をちゃんと取っとかないといけないなみたいな。あと窯の前なのでずっと夏場とか特に暑いので熱中症とか脱水症状とかそういうのにも気をつけるためにもこのお味噌汁をいただいてますね。やばい。めちゃくちゃボリューム満点で朝ごはんには最高ですね。普段の生活でもなんかお弁当とかよく買うじゃないですか、コンビニとかそういうのとかもあんまし買わないようになったし、やっぱり自炊してなんか野菜とかも一人暮らしですけど野菜とかもちゃんと取らないといけないなみたいな、そういう若干の意識は湧いてきましたね。で今日はまあいっぱいご飯食べていっぱいパン売って目指せ100万かなって思います。結構作りましたね。多分いつもの倍は作ったんじゃないかなって。途中寝かけてましたけど意識が飛びかけてながらしてましたけど、乗り越えたんで美味しいね。お味噌汁毎日いろんな具で作ってくださって、朝食であったら結構その日は頑張ろうって、その日一日頑張れる気はします。この子と一緒にいたらもしかしたら味噌かけたら焼き上がりました。いいですか？汗でお気をつけくださいね。うわ上手。せー